ベルベ人の藤原です。ブレベル人のマックです。今日はですね、明日オープンいたしますベルベル人遊歩道店のね紹介をさせてもらいたいと思います。こちらのね遊歩道店のディレクター、はい、牧田君でございます。よろしくお願いします。マキャです。場所は原宿のですね明治通りから奥遊歩道なんですけれども、表参道のねラルフローレンからですね大体ずーっと入ってきていただいて200メーターぐらいかな。そんくらいですかね。はい。このちょっと黒い建物、ベルベル人らしい建物なので、こちら看板もちゃんとありますので、目指して来ていただければと思います。早速ね中を紹介させてもらいます。はい。はい。ちょっとちゃんと消毒はさせてもらいます。そうですね。こんな感じの外観なんですけれども、じゃあまずこっち周りからでいいですか。一応ちょっとコンセプト的には、ムービー T シャツだったりとか、バンド T シャツがメインの、グラフィック T シャツがメインでって感じなんですけれども、今回ちょっとここブラックのコーナーを作ってみまして、今リバースウィーブが相当、人気あると思うんですけれども、今回リバースウィーブ全部オールブラックでちょっと集めてみたんですけど、この目なしのクルーから、目つきのクルーもあったりとか、もう本当にバリエーションはかなり豊富で、1年ぐらい前からそうですね、徐々に徐々にで、で、これだけのこのブラックをね集めるとガーッと集めたのが相当ね、根気がいるので、はい、ちょっとですけど、このクルーネックの中だったらこれが結構目玉で、目なしで、内縫いでこの裏地が違うっていうちょっとモスグリーン、やばいね。はい、こういうのとかで、ちょっと切られてるんでちょっと B 品とかだと思うんですけど、こういうのがあったりとか、あとはここら辺カラーフロッキーブラックの60年代ですね、年代でいくと。普段ならねベルベル人本店に並ぶんですけど、今回はコンセプトこのブラックっていうのでね、カラーフロッキーなんかもね揃ってますね。あとはこの両面一つすごい紹介したいのがあって、これやばくない？これやばいね。これとかそうなんですけど、バスケットボール入ってて裏面にみたいな、クルーのこのブラックの両面ってのはなかなか見ないんじゃないかなっていう。そうだね。はい。ちょっとなんかすごいね。パーカー、フードもあったりとか、ここ全部フードなんですけど全部ブラックです。フルジップもあったりとか、スナップもですねあるんですけど、あとはここら辺も517、ちょっと最近そのファッション的にフレアが来てるっていうのもあって、その517のブラックを数本、はい、こんな感じですね。全く見なくなりましたね。あともこのストレッチの方もそうですけど、あとは定番ですけど519のブラック、ここら辺ももうなかなか出なくなってきているので、お探しの方は絶対いると思います。ちょうどねこれから涼しくもなってきたし、このねもうちょっと冬物じゃないけどね、秋口からこのアウター系も今回ブラックでね、これだけ揃えられてるとか、例えばですけどこの黒のバーとか、ここら辺のリーバイスだったりとかここら辺のジャケットだったりとか、ここら辺からブラックレギュラーから集めてるっていう感じですね。もちろんオーバーサイズで集めてるので結構大きいのね揃ってますね。そうですね。あとちょっとここがそのモダンミリタリーっていうか、年代がそこまで古くはないんですけど、ブラックの357だったりとか、この ECWCS のブラック、あとはそのアラミドジャケットだったりとか、あとこれですね、今回のこの軍物で言ったらフィッシュテールパーカーのデッドストックフルセットの XS で入荷入ってますね。この XS もなかなかもう出ないですよね。これが XS なんですけど、ちょっと見えますかね、これ XS のフルセットですとかもそうですけど、あとは48、ここら辺の48のライナーってなかなか見ないですよね。48のこのライナーだったり、もちろん51のポプリン、これちょっと48%カスタムでなくなってはいるんですけれども、当時カスタムということで48もなかなか見ないと思います。こんな感じですかね。あとはそのブラックでいうと501のブラックからレギュラーから集めててっていうのと、あと定番で
まあ豊さんから紹介でこれまあ僕も今日セカンド着てますけど、このブリーチ系、ブリーチされたこのセカンド、なかなかね自分でこの辺のデニムをブリーチで色を落とすとは難しいと思うので、サイズはどのくらいですか？サイズが多分ね横ははぎがないんで、いや40のちょっと縮みぐらいですね。38でも着たら意外と40ぐらいありましたね。ちょっとこのねダメージ系ですけど、全体的にこのブリーチのセカンド、これもね一着かっこいいかなと。あとここら辺もマイティマックのこのタイプのジャケット、久しぶりじゃないですかね。オープンなのでこっちに、こっちにみたいな感じで、これはボックスシルエットでヴィンテージであるんですけど、今っぽくストリートシーンに入ると思います。ちょっと流れ的にね、一応こっちレジ周りも、ちょっとこう合うように、606的なのは今回こちらの新しい店舗の方で扱おうかなと思ってます。あとはちょっとコンバース、バンズだったりとか、オーセンティックから始まって、デッドスとか箱付きのネイビーのスウェードだったりとか、エラもあって、あとこのゼブラ柄のコンバース、このハイカット、これも久しぶりだと思います。あとブラックのセードのジャックパーセル、これもロックだったりグランジ、そのカートコバンだったりとか、そういったのはこっちに置いてますね。で続いてこちらの2ラック、ちょっとテーマがあるんですけど、スポーツものっちゃスポーツものなんですけど、このレイダースだったりとか、色で分けたりします。レイダース、キングスだったりとかもそうですけど、あとここですね、こういう流れで、レイダースのここら辺スターターだったりとか、ここはレイダースで、ここはサンフランシスコをちょっと僕の中でイメージしてっていうので、ジャイアンツのセンタースウォッシュだったりとか、このリバース、これ黒ボディなんですけど、目がこのオレンジの刺繍入ってたりとか、あとは年代は浅めですけど、こちらのプルオーバータイプのジャイアンツのだったりとか、ちょっとダービーも差し込んでみたりとかもしてます。ここダービーですね。シスコって言ったらやっぱりダービーだと思うんで、それに合わせるってなったらパンツは基本的にフリスコ、ここら辺のベンズだったりとかがあると思います。なかなかこの北具のベンデイビスとかも久しぶりだと思います。数もどんどん減ってきてますし、こっちのリーのフリスコジーンズもあるんで、あとすみません、これなんですけど、このルイスレザーなんですけど、このスポーツマンタイプですね。このラベルがつくんですけど、大体中っていわゆるは赤のキルティングだと思うんですけど、これって限定のリミテッドのライナーらしくて、これ多分数着限定とか何百着とか多分そういうものだと思うんですけど、かなり珍しいと思います。で着たらやっぱ形もすごい綺麗なんで、モデルで言ったらスポーツマンですね。ちょっとカフェレーサータイプの立ち襟の感じになってます。これもかなりおすすめですね。で反対側ですね、そのレイダースと、ジャイアンツ、シスコで来たんで、こっちはニューヨークのラックで組んでるんですけど、このチャンピオンのいわゆるのヤンキースですけど、80年代のこのヤンキース、いいチームってなかなか出ないと思うんで、ここら辺もそうですけど、年代は浅いですが、センタースウォッシュのヤンキースですね。こんな感じです。あと、ここのニューヨークでこれが今回やばいなと思ってて、年代で言ったらセブンティースだと思うんですけど、このウールのボタスさんでニューヨークっていうでサイズもいいんで、これとか超いいと思いますね。超かっこいいですよ。これは、いいんじゃないですか。僕も全然着れますね。サイズ大きいっていうのがなかなか出ないんで、雰囲気いいね。ちょっと焼けてていいと思います。あとはここら辺ですね。アディダスのヤンキースだったりとか、あとメッツですね。これは ACG なんですけど、メッツカラーっていう、別にメッツ絡んではないんですけど、カラー的にメッツだなっていうのと、あとスターター、これ綿なし裏がないやつないと思います。でコーチジャケットタイプなんで、もちろんアメリカ製です。こういったの探すってなると意外に出ないんで、あともチャンピオン90年代のスウェットパンツなんですけど、こういうメッツなかなか出ないですよね。とか、あとさっきブラックのリバース紹介したんですけど、ここ全部チームもので NFL だったり NBA、メジャーリーグも全部ここでくくって集めてあるんで、なかなかすごいね。この数でって、いいチームいっぱいあるんで、ニックスもそうですけど、ウォリアーズ、NBA 入っててとか、ブルズだったりとか有名なチームもいっぱいあるんで、その中でいくと僕の中の今回これスペシャルだなっていうのやばが、いね。ブラックのロサンゼルスレイダース。これロサンゼルスって言ったら80年代90年代
でオークランドに移っちゃうんで、この当時のって、まあ、刺繍だけなんで90年代のものだと思うんですけど、豊さん見たことあります？いや初めて見ました、はい、しかもなんかいい感じのねこうひび割れだったり、もう雰囲気抜群にいいですね。サイズがねWXL ダブル XL です、でもまあ大きく着れるし、この黒は相当珍しいと思いますね。ここのテディジャケットもそうですけど、ここ刺繍じゃなくてここがベルベットになってて、で大体テディジャケットってここの切り替えして大体白で入ることが多いと思うんですけど、この黒、そのレイダースのチームカラーっていうので、ここオールブラックのテディジャケット、これもなかなか出ないと思いますし、あとは、まあ、こっちはドジャースなんですけど、このドジャースも僕は初見でしたね。なかなかこういったちょっと小ぶりなプリントは見ますけど、このドジャースデカハンっていうのはなかなかないと思いますし、あとはこういったチームのキャップとかですね、本店だったりとかではあんまりやったことない商材とかも今回入ってはいるんで、あと普通にここら辺505のアメリカ製のデッドストックのブラックだったりとかもあるんで、こういったちょっとカルチャーに寄せたっていうアイテムもこだわって集めてます、素晴らしい。505ブラックもねこれだけ集まるとなかなかないし、多分20本弱ありますね。サイズもいいところから30からニックから29から33まで36までありますね。まあヴィンテージですけど518の葛城のブラックもありますね。はい、これサイズ厳選です。サイズコンディション厳選です。でここはざっくりですが、まあ、バンド T シャツだったりとかムービーの T シャツですね。まあ、ちょっと軽く紹介します。ここら辺も好きな方多いんじゃないですか。明日のジョーだったりとか、まあ、オフィシャルのタグついてるとか、まあ、後ろこんな感じです。かなりコンディションいいです。あとはもうこの間チャーリー・ワッツがちょっとお亡くなりになられていて、まあ、ストーンズの、まあ、このストーンズの T シャツの中だったらかなりグラフィックがいい方だと思います。キースでスカル柄だし、でサイズも大きいです。ここら辺もいいですよね。カートとか好きな方だったらこのシリーズの骨なかなかないと思いますね。スカルですね。でこれダヴィンチ、これヘインズボディの B フィーなんで、これって結局このグラフィック出るときってユーロものの小さいサイズが多いんですけど、アメリカボディのこのしっかりしたものなかなか出ないと思います。あとはまあキースのこの本人のグラフィックのやつですね。これも定番です。ミディアムサイズですが、そこまでしじみ出てないですね。こんなですね。あとはまあこのウッドストックのポスターの関連で言ってた、まあ、ジャニスのこの80年代のボディですかねとか、これもなかなかいいと思うんですけど、黒ボディでこのサイケデリックのボタンダウンのちょっとシアサッカーみたいなホップサックみたいな生地感なんですけど、まあ、綿100のボタンダウンのシャツではこんなにいいグラフィックはないと思いますし、あとは、まあ、バンド T シャツで言ったらレッチリー、ウィーザーのブルーアルバム最近見なくなりましたね。あとこのトレスポのちょっとパロディというかサンプリングしてイギーポップだったりとかレディオヘッドのベンズでこの大きさ出ないですし、でソニックユースとこのヒステリックのこれもなかなか入んなくなりましたね。あとまあざっくりですが、ここら辺は基本的にフォト T シャツっていう縛りで、はい、オールホワイト。じゃここっていう、まあ、井高さん系なまあまあまあ少しね全体的にイメージが少し変わりますけど、まあ、このウッドストック、まあ、70年代をね、テーマに、まあ、ポスター見ていただくとリーバイスのポスター、これ実は僕初見だったんですね。でプラスこのリーバイスの T シャツ、まあ、ウッドストックというとね、まあ、どうしてもラングラーをね、イメージするんですけど、今回シャツが一応2枚、まあ、これジャケットか、あとこちらがまあちょっとこうハンドメイドですけど、この黒ボディ、これもねほとんど見たことないですね。まあ、あとはもうこれが僕の中でもこのリーバイスのこのウッドストックの T シャツ、これは僕も初めて見ました。しかもねサイズラージサイズで、まあ、70年代のね形は形なんですけど、いやこれは相当レアだと思いますね。まあ、こういったちょっとね70年代ウッドストックのテーマで、まあ、この辺がまたそうですね。そうなんですよ、ウッドストックでっていうので、まあ、ウッドストックに出演したアーティストだったり、まあ、グレートフルデッドだったり、まあ、ザ・フー、ピート・タンゼントだったりとか、まあ、これもジャニスですね。まあ、ちょっとハッピーフェイス入れてみたりとか、まあ、そういったここはウッドストックのテーマで、まあ、タイダイ T シャツ、まあ、ここら辺はお値段3800円くらいから全然選べるものいっぱいあると思うので、まあ、ここウッドストックですね。あとはもうこっちはざっくりですがアート T シャツです。まあ、この定番の力点風のものだったりとか、あとまあダリとかですね。ここもダリですね。こういったのも普通にラックに刺さってるっていう、まあ、キースもありますし、
ロンティー珍しいと思います。いいですね。これムンクとかここら、あとこれ久しぶりですね。人ちょっと夏流行った LAT シャツだったりとかもデッドストックでミディアム表記ですね。あと最後 T シャツですね。ちょっとスペシャルな T シャツです。まあちょっとここら辺はニルバーナだったり、まあ、パブリックエナミー、まあ、いいタグついてますね。だって、まあ、レッチーのピカソ、ブラッドシュガーもそうですけど、あとピステルスのシドだったりもそうですし、まあ、ここら辺もレッチーで定番ですね。あとこのガンズなかなか見ないと思いますよ。ガンズでサイズも大きくてっていう、これかなりスペシャルだと思います。だったりフロックス、ブラックラグロンティー出ないですね。オフィシャルの SST タグついてて、ここら辺僕最近すごい注目してるんですけど、海外でもかなり値段が上がってます。このハリー・ポッター、このハリー・ポッターのシリーズアメリカ相当すごいんで、まあ、これ炎のゴブレットとか秘密の部屋ですね。ここら辺も目つけてた方が今後面白くなると思います。あとまあファイトクラブですね。黒ボディの小さい方のハンですね。ジャイアントの L 表記、コンディションかなりいいと思います。という裏面も入ります。かっこいいね。かっこいいっすよね。まあ、ソニックユースのウォッシングマシーン、これスペシャルですね。レッチリのアビーロード、やばい。はい、サイズって L の縮みくらいだと思います。僕で合わせてこんな感じですね。まあ、これもかなりいいアイテムだと思います。あとまあオールドゴーストだったり、ちょっとシザーハンズ、これスタンレーのタグついてるんですけど、ちょっとリサイズが入っちゃってて、まあレディースの方どうでしょうか。こんな感じでシザーハンズと、あとビッグフィッシュですね。ここら辺もユアン・マクレガー好きな方、ティム・バートンどうでしょう。こんな感じです。あとはまあスマパンですね。まあ、ここら辺も定番でっていうのと、あとまあモナリザだったりとか、はい、こんな感じでフルーツボディ、コンディションもいいです。あとは裏側からいいですか。裏側はこのちょっと前もアンドで大量に入荷したと思うんですけど、このシリアルキラーのシリーズ、まあ、この間アンドベルベレジンの方で集めた時とまた違うグラフィックの映画のパターンがいっぱい入ってるんで、まあ、タクシードライバーだったりシャイニング、まあ、マトリックスからナチュラルボーンキラーズにパルプフィクションにグッドフェローズで、一番左サイドがこれレオンですね。ジャン・レノとナタリー・ポートマンっていうシリアルキラーもなかなか、まあ、それ以外にもいっぱいあるんですけどちょっと紹介しきれないので、あとこっちが、まあ、スペシャルなムービー T シャツになりますね。まあ、ファイトクラブにレザボア、トレスポーもそうですけど、まあ、ジャッキーもいいですね。スナッチ、これ僕初めて見たんですけど、あとまあユアサーマンのパルプで、このファイトクラブも僕結構初見で、このフォトのタイプって僕見たことないんですけど、あとはまあセブンですね。こちらもブラッド・ピットでっていう感じですかね。あとはちょっとここに飾ってあるんですけど、これやばいですよね。やばい。タンクラフトの、まあ、60年代ですかね、ボタンダウンなんでの白黒のチェッカーフラッグっていう、まあ、大体ファイヤーストーンとかのチェッカーフラッグ出るときってもうちょっとこのチェックの大きさがもうちょっとでかいと思うんですけど、この小ぶりのチェッカーフラッグのボタンダウンでタンクラフトなかなかこれ反省シャツスペシャルかもしれないですね。であとはレディースを今回から置き始めて、まあ、本店の方でもレディースはやってたと思うんですけれども、どちらかといえば本当にレディースしたっていうか、まあ、こういったドレスから始まって、まあ、こんな感じですかね。ちょっと本店のレディースはまた違ったようなニュアンスっていうかテイストで、これもバーバリーなんですけど、これが86年のサンプルのものでして、かなり形ディテールが変わってて、ここにサンプルタグつくんですけど、86年のサンプルタグが入っててっていう、まあ、面白いものだって、まあ、ディオールの時ですねのブラックのデニムだったりとか、まあ、メンズライクのこのフットボールティーだったりミスフィッツとかもあります。あとシャネルのこのベルベットのフレアパンツとかもお探しの方も多いと思いますし、いいですね。あとはもうここら辺ですかね、ラインパンツもそうですし、あともこういったヒールだったりとか本当にいいアイテムたくさん置いてあるので、レディースの方も楽しめるかなっていう内容になってます。なるほどね、レディースの古着屋さんも、ね、はい、結構いっぱいあると思うので、はい、今回これいいと思います。あとまあ最後にですね、このイエールのこの T シャツでアーテックスボディなんですよね。でイエールって僕この青文字のやつしか見たことないんですけど、この黄色文字で
あとこのスヌーピーのこのフランクリンってキャラクターだと思うんですけど、黒人のキャラクターでっていうので、まあ、今その時代的にはブラック・ライブズ・マターだったりとか、そのブラックのカルチャーだったりとか、すごい今旬って言い方あれですけど、かなり今っぽいんじゃないかなって。イエールとこのピーナッツ、まあ、古着のこの黒人のこのフランクリンってキャラクターでってあんまないですよね。でイエールのこのブラックのコラボレーションじゃないですけど、80年代頃のボディだと思うんですけど、サイズも L 表記で全然着れるっていう、これもかなりのスペシャルだと思います。お好きな方も多いと思いますし、はい、と今まあ商品の紹介はこんな感じでして、まあ、今豊さんと座ってるこの椅子とかも60年代のこのエアポッドチェア、これもハーマンミラーだったりして、まあ、店内の重機テーブル全部ハーマンミラーとイームズで、まあ、そういった部分にもこだわって今回のお店はやっているので、お客様にもこうやってね、くつろいで座っていただいたりとか、まあ、いろんなポスターだったりあったりとかもいろいろそういった部分もお楽しみいただけると思います。なんかポスターもね、本当結構こだわって集めてますので、そうですよね、ぜひね、なんか写真撮ってインスタグラムとかでね、はい、ぜひ店内もアップしてもらったりとか楽しんでいただければと思います。はい、よろしくお願いします。で、明日なんですけど、一応オープンの方が13時からで、11時半から抽選って形でやらせていただきたいと思いますので、11時半までに店舗の方にお集まりいただけたらと思います。まあ、その詳細はまたね、はい、明日僕から、はいはい、お伝えします。牧田の方からちゃんとお伝えさせてもらいます。はい、はい、お店は13時オープンになりますのでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。